すべての旅には始まりがある。終わりは命それぞれ。語られる形はバラバラだ。けれど始まりはいつも一つだ。せっかくだ、少し振り返ってみるか。ここまで来たこの旅の始まりを。よう、あんたも旅の途中かい？で、帰れなくなったと？そりゃ災難だったな。ま、命があって何よりじゃないか。にしても、あんたと私の見たいものは同じらしい。これも何かの縁だ。一緒に秘境まで行くか？私が来たルートでよけりゃ教えてやるよ。とはいえ、そっちでも今日中に人里に戻るのは無理かな。だったらいっそ行けるところまで行こう。こいつは持論だが、旅ってのは想定外の方が面白いもんさ。よし、決まりだ。そんじゃあ行くとしよう。しかし絶景目当てにここまで来るとはな。なかなかの冒険心じゃないか。おう、行きたいところに行きたいようにやってる。今回もいい景色が見られそうだから来たってだけさ。ここら辺は植生が違って視界が悪いな。足元とか気をつけろよ。いきなり飛び出てくるかもな。もし私の後ろで襲われたらちゃんと叫んで教えてくれよ。気が向いたら助ける。よし、到着だ。いい景色だ。空が近くて風も気持ちいいな。よし、ここいらで一度飯にでもするか。その後でちょいと一回り。匂いが変わった。はあ、こりゃ間に合わないな。おおこいつは随分とでかいバケツだな。見ろよ、もう靴の中までびしょ濡れだ。空とつながってるみたいだ。さて、あんたはどうする？いいなそれ。ちょっと面白そうだ。ほら、あんたももっとでかい声出せるだろ。いいね、そうこらくちゃん。飛ばすぞ。今日はここいらで野営だな。ま、
この感じなら問題ないだろう。そりゃあ何より。私もおかげでいい雨になったよ。夜はまだ長い。ちょっとした暇つぶしにある旅の話でもしてやろうか。歩んだ道は思いがけず長く、たどり着いた果ても想定外の異国の地。けれどそこには誰も想像していない無二の黄金があった。そんな旅路かな。あいつは決して最初から強い存在ではなかった。あいつはただただレースを走った。長い旅を行くように走り続けた。あいつの戦績は決して華やかではなかった。勝ちきれず惜敗を積み重ねてばかりの日々だった。だがあいつは何度負けても、どんなに相手が強大でも心のままに止まらず変わらず走り続け、いつからかあいつは勝ってくれと、今日こそはと走りを見てくれた者から励ましを送られるようになり、幾とせ重ねたどり着いた長き旅路の果て、異国の地。そこであいつは唯一無二の黄金をつかんだ。あいつはその輝きを通して知った。この旅路はこんなにも多くの命に見守られ愛されたのかと。話はこれでしまいだ。暇つぶしにはなったみたいだな。この先をまっすぐ行けば人里だ。ここまでお疲れさん。おお、もうちょいフラフラするよ。なんでここでお別れだ。憧れているかは正直わからないな。けどたどりたいとは思っているよ、その旅路を。面白そうだからな。あんたやっぱちょっと変わってるな。縁があったらまたどこかで。じゃあな。こんにちは、トレーナーさん。熱心に調べられていますね。何か。いえ、どなたかをお探しなのでしょうか。よろしければお手伝いさせてください。こう見えて私、ウマ娘については結構詳しいんですよ。大変申し訳ありません。お探しのウマ娘については私にも誰かは分からず。ですがトレーナーさんにその話をしてくれたウマ娘については心当たりがありますよ。その方はおそらくこの学園の生徒かと。名前はステイゴールドさん。
実は私も以前にステイゴールドさんからその話を一部だけ聞いたことがあるんです。個人的に印象深かったので、トレーナーさんのお話を聞いてすぐに分かりました。きっと同じ話だと。トレーナーさんも彼女のお話に興味を持たれたのですね。それでしたらやはりステイゴールドさんに直接尋ねるのが一番よろしいかと。とはいえ彼女実は学園にほとんどおらず、いつもどこかへ旅に出ていて、学園としても何とかしなければと考えているのですが。やっぱここ落ち着くな。おお、久しぶり。元気そうだな。そりゃそうだろう。いい旅はそうそう忘れられないもんさ。そいつは熱烈だ。いいよ、話を聞いてやる。ちょうどレースも終わったしな。にしてもよく私を見つけられたな。どんな手を使ったんだ？別にいいよ。むしろその根性に拍手を送りたいぐらいだね。で、あんたが話したいのは私が前に語ったあいつのことか？まあこれも何かの縁だ。あいつのことを教えてやってもいいが、また話して聞かせるってのも微妙だな。よし、あんた先に学園に戻って少し待っててくれよ。面白いもの見せてやる。ああ、きっとそれを見てからの方が話が早い。安心してくれ。煙に巻こうってわけじゃない。用意が整ったらこっちから出向くよ。今日のところはこれで。お、この店の向かいにあるラーメン屋、塩がおすすめだぞ。これで私含め14名全員揃っています。ありがとう。悪いなエアグルーヴ、急にこんな頼みを聞いてもらって。いいえ、生徒会としてあなたに真面目に走ってもらうことは一つの課題でした。それを果たせるのであれば問題ありません。それで今日は一体どんな模擬レースをやるつもりなんですか？ああ、今日集まってもらったみんなには私と芝で左回り 2400m を走ってもらう。東京レース場を走るつもりでみんなの全力を見せてくれ。その条件、エル的にはさながら日本ダービー、あるいはジャパンカップ。燃えてきたですいいね、その調子で頼むよ。さあ準備するか。
これから始まるのは特別なレースだ。あいつの話を聞き、私に興味を持ち、エニシをたどってきた。そんなあんたなら多分見えるんじゃないかな。もし声が聞こえたなら委ねてみろ。コツはそれだけだ。じゃまた後でな。さすがエアグルーヴ先輩、すっごいプレッシャーです。そのまま好きにはさせん。覚悟しろエル。そして11番エルコンドルパサー、インコースに1番のエアグルーヴがつけています。エルコンドルパサー来ている。インコースからエアグルーヴ、エアグルーヴインコースから来た。日本馬が上位独占。先頭はエルコンドルパサー。今日はありがとうございました。エル、最高のレースができてすごくいい経験になったです。おお、それは何より。こっちも久々にいいものが見られたよ。良い経験を得るきっかけをくださりありがとうございます。あなたも今後励まれますよ。やっぱ強いなあいつら。また10着か。お、あんたか。どうやら見えたみたいだな。正直賭けだったが、あんたはやっぱり私と縁があるらしい。まあね、見えるんだったら話をするより実際に見せた方が存在を信じられるだろうと思ってな。あんた言ってたよな、あいつの正体調べてもわからなかったと。そりゃ当然さ。だってこの世界の存在じゃないんだからな。あいつはな、別世界の私なんだ。あんたがさっき見たレースはここと似て決定的に違う。向こうで確かにあった過去の一部なんだよ。生まれた時からどういうわけかここに刻まれていてね。まあはっきりしてる部分とそうじゃない部分はあるけど、今日ははっきりしてる部分の記憶を再現してみたのさ。見えただろ、ジャパンカップ。ああ、そうではないな。あっちの私は形も違うし言葉も話せないようだからな。けどレースを走っていたのは同じだ。それこそが不変のつながりで忘れてはならない原点だから、レースを走るとな、時々鮮明に見えるんだよ。向こうの景色が熱く眩しく黄金のように輝いて、その感覚が好きでね。だから私はここにいるんだ。あんた全く疑っていないみたいだな。というよりその目やっぱあんた変わってるよ。まあだからこそか。とりあえず今話せるのはこんな感じだな。満足したかい？ただ楽しむさ。今の私には今だけの歩幅がある。
それできっと景色も変わって見えるだろうからな。そんじゃそろそろ行くとするよ。縁があったらまたどこかでな。さあ間もなく第4コーナー。ここでステイゴールド前に出る。さあ行こうか。ステイゴールド先頭。まだ加速する。突き放す。強いステイゴールド。ステイゴールド。1着はステイゴールド。力強い走りでねじ伏せ選抜レースを制した。聞いてない。こんな強いとかフラフラしてサボってる先輩じゃなかったの？終盤左にややもたれていたが、それでもあまりある末足だ。素質は間違いなくある。すぐにスカウトを。そうだ、初勝利ってこうだったよな。おい、どこへ行くつもりなんだ。まだ誰とも話してないのに。よう、示すべきものは示したからな。またゆかりの地を巡るとするよ。風が吹くまでの暇つぶし。ま、ノスタルジーとの戯れさ。それであんたはまさかわざわざ見送りに来たってことはないよな。提案どんな？だったらいっそ行けるところまで行こう。こいつは持論だが、旅ってのは想定外の方が面白いもんさ。やっぱあんたネジ飛んでて面白いな。全部壊すようなか。私もな、ちょっとは考えていたんだ。せっかくの根性、あいつと違う旅にできないかってね。けどな、記憶に関わるやつが少しばかり多くてさ、その影響をどうすっかなとは思っていたが、あんたの言う通りだ。そこまで含めて想定外だよな。ただ最初にこれだけは言っておく。今あんたが選ぼうとしているのは嵐が待つ先の見えない未知の旅路だ。あいつが見たような夢も願いも物語も誰にも祝福されない最悪のものになるかもしれない。それでもあんたはこの道を選ぶかい？決まりだな。そんじゃあ行くとするかな。帰ってくるまでにデビューの準備しといてくれ。捨て子でいいよ。好きなんだ、そう呼ばれるの。お土産楽しみにしておけよ、トレーナー。
大正解さ。道端で干からびるミミズになった気分だな。まあ別の旅の準備中だ。仕方ない。妹分たちにでも構ってもらいに行くかな。ああ、あいにくね。どうした？お？それはウマレーターだったか？確か。なるほど。現実で無理なら非現実にってか。面白い。よし、行ってみよう。へえ、こりゃすごいな。ああ、問題ない。それにしてもちゃんと匂いがあるな。青く甘い大地の匂いだ。この花はマーガレットとポピーの愛の子か？何にせよよくできてる。なあ、これは好きに歩けるのか？よし、その言葉を待ってたんだ。歩いた端から紅葉していくか、何でもありだな。お、なんだ、動物までいるのか。やあ、かわいい子ちゃん。面白い世界だな。作り物だけどまがいものじゃない。誰かの思いの果ての世界だ。この世界の神はどこを旅したんだろうな。なんだ、もう終わりか？あと数時間はいられたのに。ああ、本当に驚きの連続だった。もっと他の世界もあるんだろ？また行きたいな。ただな、一つ気になっていることがある。記憶が正しければ今ウマレーターはトレーニング以外での使用は禁止だったはずだ。で、よかったのか？思いっきり娯楽使用したけど。なるほど。で、どうするつもりだ？そうかそうか。あんた危ない橋を渡るのが好きだな。ああ、そうだな。全くもってその通り。それじゃレポートを書くとするか。次もこの橋を渡れるようにな。やあ、偶然だな。今から出るとこか？まあちょこっとお気に入りの場所にね。うん。よし、予定がないならついてくるか？この間楽しい旅に連れて行ってもらったからな。礼に案内しよう。ああ、言ってなかったっけか？昔から好きなんだ、生き物がね。図鑑で新しい知識を得ては本物を探しに山をかける。チビの頃は毎日これさ。まあな。じゃあ行くか。
おお、混合展示だ。面白いよな。しない。チーターは自分より大きな相手を狩らないからな。その習性をうまく利用してるってわけだが、これがライオンとなると難しい。奴らは群れで大物を狙う時もあるからな。だろう。ここはそういう動物の習性を利用した展示が多いんだ。他にもまだあるぞ。解説か。そういや久しく見てないな。お、新しく増えてるじゃないか。混合展示の歩みか。あ、私もそのつもりだった。気が合うな。結構のんびりしたな。今は14時か。いい時間だし腹ごしらえに行くか。悪いが行き先は決まってるんだ。何の店かは着いてからのお楽しみだな。これか？これはパークペットトート。パークは口、トートはあげる、ペットはアヒル。つまりアヒルのくちばし上げさ。せんべいみたいでなかなかいけるぞ。おおいおい、気になるじゃないか。私にも一つくれ。こりゃうまい。合うな、醤油。そうだな。食感と風味的にこれも醤油に合いそうだ。なんだ？ああ、それな。私も昔現地で聞いた覚えがあるが、かえって聞き返されたよ。卵を生で食べようと思う方が不思議だってね。日本は国が海に囲まれてるからな。新鮮な魚を食べる機会も多いし、生ものへの抵抗が少ないんだ。あとはそうだな、文化的な理由もあって、今日校門であんたと会えてよかった。あんたの好奇心が私を遠くに連れて行ってくれたんだ。いい一日だった、本当に。あ、そうだな。あんたとならどこに行っても楽しそうだ。お、そりゃよかった。さあ、面白くなってきたな。じゃあ昼は山歩き、夜は星見飯。あとは気の赴くままに。いい風だ。次はどこへ行こう。お前はどこへ行くのかな。これはムクロジの実だな。石鹸の実だよ。
じゃあ行くか川。せっかく試すんだ。がっつり頭でも洗うか。あないよ。ありがとな。人に髪を洗われるのは久々だったな。さっぱりさっぱり。よし、じゃあ交代だ。準備はいいか？まあ任せろ。天国見せてやるからさ。オカリナ？なるほどな。で、吹けるのか？なんだそれは。まだひよこじゃないか。そうかそうか。まあとにかく吹いてみろ。やっていれば自然と覚えるさ。楽しきゃそれで満点。適当だって音楽だ。支度早すぎたな。星見飯になるまでまだだいぶかかりそうだ。もうそれもそうだな。それじゃあ乾杯するか。今日の旅に。匂いが変わった。こりゃ来るな。こりゃダメだな。全部水浸しだ。仕方ない。お天道様のおぼし飯だ。きっと今日は夜空を独り占めしたかったのさ。それにしてもすごいな。あまりにも最悪だろう。なるほどな。そりゃいい。乗った。こりゃまずい。なんとも水っぽい味だな。今日の雨はよく降るな。覚えてるか？初めて会った時もここぞで雨が降った。そうかもしれないな。でもそうじゃないかもしれない。雨はいつだっていろんなものをもたらしてくれるものさ。時に恵みを、時に脅威を。悲しみを連れてくる時もあれば、悲しみを流してくれる時もあるな。それから星を隠す代わりに素晴らしい友人を。突然の雨を笑い楽しみ、愛せる友を連れてきてくれることもあるな。そうだろ？